世界のジャパンチャンネルへようこそ。私たちが住んでいる日本にはたくさんの活火山があることをご存知でしょうか。今回は韓国が嫉妬した日本の事実に関する話題をご紹介します。多くの活火山を抱え世界有数の火山国である日本。2022年12月時点で111カ所の活火山が確認されており、その数は世界の1割を占めます。ちなみに活火山とは、過去1万年以内に噴火した、または現在も活発な活動がある火山を指します。2013年、ユネスコの世界文化遺産に登録され、海外でも日本の象徴として広く知られる存在になった富士山もその一つです。そんな日本の山に関して以前、海外で話題になっていた記事がありました。それは、ある韓国メディアが発表した記事で、火山の噴火によって日本の領海が拡大したということを報じたもの。一体どのような内容だったのでしょうか。実際の投稿内容を見てみましょう。東京から約1000キロ離れた海底で発生した火山の噴火で、付近の島の面積が大きくなり、日本の領域が70平方キロメートル拡大した。日本のマスコミによると、海上保安庁は2013年に起きた火山の噴火で面積が大きくなった小笠原諸島西之島の状況を入れた海図と海底地形図を発表すると明らかに。海岸線から約22キロの領海とその範囲内において、天然資源の探査・開発や経済的活動の主権的権利、海洋の科学的調査・管轄権を有する排他的経済水域は約370キロにわたり、基準となる島が海図に記載されれば国際的に認められる。日本のメディアは、船舶航行時に使用される海図を発行することで、国連海洋法条約に基づいて、約70平方キロメートル領海が拡大したことが国際的に認められるだろう、と報じた。拡大される面積70平方キロメートルは、韓国ソウルのヨイド島の24倍を超える。西之島では2013年11月頃からの噴火に伴い新島が出現。溶岩流により面積が拡大し、2013年12月には西之島と接続。その後も2015年まで噴火が継続しており、島全体の面積が噴火以前よりも 2.72 平方キロメートルも大きく、9倍の広さになった。これに伴い、周辺の領海も広くなり、日本のメディアは領海拡大で50平方キロメートル拡大した排他的経済水域も海図に反映されると伝えた。日本国土地理院も2016年10月から12月までの現地調査をもとに、新たな海図作成作業を行ってきた。以上が韓国のメディアが発表した記事の内容でした。噴火で島の面積が9倍になるとは驚きですね。この記事に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。領土を占領しづらい世の中で、まさに棚からぼたもちだな。日本はめっちゃ大きいね。うちらの国よりもだいぶ大きい。ところで、いつも思うのだが、日本のすぐ上にある島はなぜロシアの土地なのか？もともと日本の島だった。戦争で負けて取られたんだよ。日本は戦争しなくても神様が領土をプレゼントしてくれるのさ。何もしなくても領海が広がっていくのか。ずるくね？日本だけ。うちに少しくれよ。いくら広くなっても海上には住めないわよ。私たちが生きてるうちに生物が住めるようにはならないんじゃないかしら。中国が領有権を主張する前に早く上陸した方がいいよ。何かにつけて文句を言ってくるからね、あそこは。急いで、夜の間に島に上陸して中国国旗を立てる前に。ちょっと待ってくれみんな。位置を確認したんだが、あれを日本の土地とするのは強引すぎないか？本土から遠すぎだろう。これがもしありだとするなら、
何でもありってことになるぜ。地図には見えなくても、南の島まで小さな有人島が連結してるんだよ。何事にもルールっていうのがあるのさ。もう少し勉強してきな。恨むなら、日本人が領土を開拓していた時、儒教だの思想家だのに夢中になってた俺らの先祖を恨めよ。畜生！日本が海洋の勝者なら、韓国は満州まで占領して陸地の勝者になるのが当たり前ではないのか？満州だって？もし統一したら、韓国の面積は約150万平方キロ、人口は2億人の巨大国家になっちまう。GDP も2兆5000億ドルで、欧州圏と競争が可能だな。古代朝鮮の全盛期でも、満州の4分の1も領域を占めていなかったって知らないのか？よく満州を占領なんて夢みたいなこと言えるな。小さな島国がちょっと大きくなったところで、大して変わらんだろう。小学生の時、日本は毎年2センチずつ沈み、数年後には日本人全員海に葬られると教えられてたんだが、いつまで経っても沈まない上に拡大しているってどういうことだ？その話、俺も聞いた。子供の頃は信じてたよな。日本の領土は沈んでいるどころか、今は上昇中だってさ。私たちの国は本当にしょぼいわね。自動車なら1日で横断可能なちっぽけな国。無条件愛国主義者はことあるごとに日本列島は沈没するとか、毎年海水面が上昇して水に浸かりつつあるとか言ってるけど、現実を見た方がいいわ。日本すごい。中国と喧嘩したら絶対日本が勝つね。やはり過去に帝国だった国は先祖が一生懸命仕事をしたおかげで子孫が利益を得るようになってるんだな。俺たちの先祖ももっと働いてくれてれば。以上が韓国の人々の反応でした。韓国の人たちは日本の領海拡大に敏感に反応しているようでしたね。ただ、もっと敏感に反応しそうなことを日本は考えているようです。それは日本の領海を広げようという計画で、海上保安庁は隠れた陸地を見つけ出して領海をさらに拡大しようとしているのだとか。その全容は海のドローンと呼ばれる自律型海洋観測装置を海面に浮かべ、干潮時には水面に出るが普段は波の下に隠れている低潮高地と呼ばれる陸地を見つけようというもの。その新たな陸地が起点となり、日本の領海と排他的経済水域が広がって、その結果、海底資源の獲得範囲や漁業水域も拡大される。こんな千里の道も一歩から式の試みが、海上保安庁によって日本の沿岸部で始まっています。北方領土に目を向けると、日露の返還交渉が歯舞、色丹の2島先行へと移行し、しかも2島の主権や国後、択捉の帰属など難題もあるのが現状。そんな中、日本近海に着目し、領土・領海の拡張を図ろうというのがこの調査です。領海とは沿岸国の主権の及ぶ範囲のことで、その起点は最低水面より高いところにある低潮高地と海との境目にあたる海津記載の低潮線から12海里、約22キロまでと定められています。そして排他的経済水域は資源開発や漁業などの経済活動を排他的に実施できる海域にあたり、低潮線から200海里、約370キロまで。つまり、領海や排他的経済水域の起点は一般に言われている海岸線ではないというのがポイントです。この調査によって海図に記載されていない低潮高地が見つかれば、低潮線が日本の外側に押し出され、領海と排他的経済水域が同時に広がることになります。そんな都合のいい話があるの？波に隠れた陸地なんてとっくに全部発見されているのでは？動画をご覧のほとんどの人が今そう思いましたよね。しかし以前、こんな報道があったことはご存知でしょうか？それは、北海道最北端、宗谷岬の近くにある無人島、江三部花北小島が消失した可能性があるというニュース。江三部花北小島は
北海道猿払村から500メートルの沖にあり、1987年、国によって測量されました。平均海面から約 1.4 メートルの高さがある島として海図に記載されているのです。その江三部花北小島が姿を消したとされる理由について、海上保安庁は、オホーツク海は冬季に流氷が押し寄せるので、流氷で削られた可能性があると話しています。これによって島が消えたとすれば領海が狭まるとの一部報道がありましたが、それは誤りです。国連海洋法条約の定義する島は高潮時に水没しないことが要件ですが、同条約の定義する領海は先に書いた通り低潮線から12海里。そのため島が消えたとしても最低水面より高い低潮高地に踏みとどまっていれば領海の広さに変化はないのです。江三部花北小島の一件は普段は見えない低潮高地であっても精密な調査によって存在が確認できれば領海の起点となることを教えてくれているのかもしれません。領海が広がることのメリットとしては、天然資源の発掘ができる、漁業ができる、調査ができるなどが挙げられます。日本は領土よりも排他的経済水域の方が圧倒的に広いので、これから広がっていくことで新たな水資源や発見に期待したいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。